ボンジュール。今回の動画前半では新しくオープンしたフランス大統領官邸直営のお店、後半ではオルセー美術館で始まった注目の展覧会を訪ねます。この動画を通して最新のパリを一緒に体験するような気分で楽しんでいただけたら嬉しいです。コンコルド広場、オリンピック・パラリンピック会場の撤去作業が進んでいました。8月の初めはこんな感じでした。コンコルド広場にいきなり競技場を作ってしまうって大胆な試みでしたよね。そして今元のパリに戻りつつあります。そこから歩いて数分のところ、一体ここはどこでしょう。そうです、大統領官邸エリゼ宮の前にいます。といっても私のお目当てはその向かい側、この夏にできたラ・メゾン・エリゼ、大統領官邸直営のカフェ、ブティック、ミュージアム。私は初めて来てみました。パリの美術館などと同様に日にちと時間を指定して予約をしておきました。ちなみにその時点で料金はかかりません。まず荷物チェックを受けて2階のカフェへ行きましょう。今日私はここで友人のアコさんと午後のお茶をしようと思います。この階段とシャンデリア、まるで大統領官邸の中に足を踏み入れたような気分。さあどうかしら。とてもエレガントな空間ですが、決して重たい感じはしなくて明るくてモダンですよね。至るところにトリコロールカラーが使われていますね。このカフェではスイーツと飲み物が楽しめます。しかもこのスイーツはお向かいの大統領官邸のパティシエさんが作ったものなんだそうです。どのスイーツにしようかとっても迷ったんですけれど、結局私たちはこの2つを選びました。手前はカフェ一押しと聞いたジャルダン・ディベール、そして奥がパリブレストです。それにしてもこのパリブレストの高さといったら、例によって私たちはお菓子を半分ずつ味わいたいと思っています。これを2等分するのなかなか難しいですが、あこさん上手に半分にしてくれました。わかります。このクリームなかなかしっかりしてますよね。こちらのジャルダン・ディベールはトリコロールカラーの模様のあるホワイトチョコレートで柚子が隠し味になったムースなどをくるんであります。どうしてこの名前がジャルダン・ディベールなのか、看板スイーツなのかというのは後でわかります。飲み物、私はエリゼの朝食という名前のついたブレンドティーをお願いしました。どこのお皿が使われているのかも私たちの気になる点でしたが、アビランドでした。スタッフの方々のエプロンですとか、失礼ながらお化粧室の中も見事に統一したデザインになっていました。
そして地上階にはミュージアムがあります。ここでは大統領官邸の中の雰囲気をしばし味わうことができるという演出です。こちらには大統領の執務室の一部を再現したコーナーがありました。こちらの机はルイ15世時代のもので、実際に歴代の大統領たちが使っていたものだそうです。こちらにはエリゼ宮の中で使われている食器が展示してありました。グラスはバカラ、ナイフとフォークはピュイフォルカ、銀の食台はクリストフル。もちろんいずれもフランスのブランドですね。そしてお皿はすべてセーブル焼き。19世紀から現代に至るまでのクリエーションがこうして並べてあるんですが、本当にバリエーションに富んでいて、いずれも見事ですよね。そうなんです。ここで先ほどのケーキの種明かし。エリゼ宮の中にはこのジャルダン・ディ・ヴェールがあるんですね。ダニエル・ビュランとオラ・イトーによる2021年のクリエーションとあります。この発想の源になったのはモネの絵なんです。これは私がこの夏にルアン美術館で鑑賞したものですけれども、このトリコロールの旗でいっぱいになったパリの通り、これがジャルダン・ディ・ヴェールのデザインの元になっているんだそうです。こちらのコーナーではエリゼ宮の歴史がわかる、なかなか素敵な演出がしてありました。これはかつてのシャンゼリゼ通り、こんな風だったなんてちょっと想像できませんよね。そしてこの場所がエリゼ宮になる場所。革命から100年後はこのような感じだったんですね。大統領専用車のモデルが違っていることで時代を感じさせるのもなかなか心にくい演出だなと思いました。ここにジャルダン・ディ・ヴェールがあるんですね。いつか入ってみたいですね。ここには世界の国々からの大統領へのプレゼント、日本からの贈り物、漫画ワンピースのオリジナルプリントもありました。そしてブーティック、テーマはフランスのアール・ビーブル、 100% フランスブランド、フランス製。しかもこのメゾン・エリゼのために作られたオリジナル商品が並んでいます。先ほど私がカフェでいただいたお茶もありました。これはフランスのシンボル鶏をかたどったお砂糖ですね。このビスケット、缶がなかなか立派ですよね。ここでテイスティングをすることができました。フランスの昔ながらの正統派のビスケットという感じでした。アラン・デュカスさんのショコラティエのオリジナルチョコレートもありました。メゾン・エリゼオリジナルのエスプレッソマシーンですね。ここにはエリゼ宮のマークも入っています。ティーポット
あら、うちのと一緒と思いましたが、うちのにはトリコロールカラーは入っていません。マグカップもなかなか洒落たデザインですね。この辺りには革製品、T シャツやトレーナーは大人用だけでなく子供用のもちゃんと作られていました。クマのぬいぐるみの足にもエリゼ級のマークが入っています。ペタンクがあるのもやはりフランスならではですよね。まあ本当にいろいろなものがあります。パリのお土産に迷ったらここで探してみるというのも一案ですね。ところ変わってこちらはオルセー美術館。10月8日からここで印象派の画家カユボットの特別展が始まりました。ギュスタフ・カユボットは1848年パリの裕福な家に生まれました。父親は軍用ベッドをはじめ軍隊に必要なテキスタイルなどの商いを通して富を築き上げた人でした。ギュスタフは法律を学んで弁護士資格も取るのですが、絵画の道を志します。これは彼の44歳頃の自画像。亡くなる2年前に描かれたものです。今回の展覧会は男性を描くということがテーマになっているようで、一番最初の絵画がこちら、兵士を描いたものでした。彼自身従軍した経験があります。これはフランス兵の野営の風景なんですが、よく見るとこんなシーンを描いてしまっていいのというのがあります。わかるかしら。カユボットの作品の中でこれが好きという方は多いのではないでしょうか。床削り、オルセー美術館所蔵の作品です。これはパリの自分の家のアトリエになるはずの部屋の床を削っている職人たちのことを描いたもの。当時としてはこういう卑近なテーマを絵画として大々的に扱うのはかなり挑戦だったことでしょう。男性の裸体といえば、例えば古代ギリシャ・ローマ時代の理想的な肉体が描かれることはあっても、こういう姿勢の人々を描くことはほとんどなかったはずですものね。当時の観点には落選をして印象派展で初めて公開されたようです。床削りのテーマではもう一つこの作品も展示してありました。同時代の働く人を描いたものとしてはこの作品も代表作の一つかもしれませんね。これはおそらくカユボットが住んでいた近所で実際に仕事をしていた人たちを描いたものと説明にありました。街は私たちのものというテーマの展示ゾーン。ここに有名な絵が来ていました。シカゴ美術館所蔵、パリの通り、雨。
この実物を私は初めて見ましたが、随分と大きなものなんですね。手前のカップルなどはほとんど等身大です。画面の真ん中を縦に切るように街灯を立て、斜めの直線を引いたように遠近感を出している大胆な構図。それとはいわば対照的にとてもソフトな色を使っているのが印象的だなと思いました。オスマニアンスタイルの建物や行き交う人たちのいでたち、彼が生きた新しい街の息吹をそこに映し取っている、そんな感じがします。この時代は洋服や帽子の形で職業とか社会的階級がある程度分かったようですよね。彼は労働者階級の人々も積極的に絵の中に書き込んでいます。犬もまたパリの風景に欠かせない登場人物と言えるかもしれません。この絵が描かれた場所はヨーロッパ橋、サンラザール駅から伸びる鉄路に架かる橋です。彼だけでなくモネやマネもこの界隈でたくさんの絵を描きました。彼の絵はまるで写真のようという印象を受けます。実際この頃に写真の技術が普及しつつありました。しかもギュスタフの弟マルシャルは作曲家、音楽家、そして写真家でもありました。窓辺の若い男、これはもう一人の弟ルネです。けれどもこの絵が描かれてから数ヶ月後、ルネは25歳の若さでこの世を去っています。同じ年に描かれた家族の昼食の風景、肉を切っているのがルネ。奥の女性は母親のセレストで、執事が給仕をしています。父親はこれより2年前にすでに亡くなっていて、家族に多くの資産を残していました。未完のままのビリヤードルームの絵、その舞台になったのが家族の別荘、この場所でした。パリ郊外にあるイエールという町のかつてのカユボット家の別荘だった場所は現在メゾンカユボットとして一般公開されています。実はこのチャンネルの本当に初期の頃に、私はこのメゾンカユボットを訪ねた短い動画を作っています。広大な敷地を持つこちらの館がカユボット家の別荘でした。ギュスタフ・カユボットがここでの生活を楽しんだのは30代の初めくらいまでのようです。彼の作品の中にはしばしばここをテーマにしたものがあります。彼は自分自身も絵を描く人でしたが、印象派の仲間たち、当時まだ売れなかった彼らの作品を購入して経済的に助けたという一面もあります。弟のルネがあまりにも早くに亡くなってしまったということで、
彼自身も20代で遺言書を作っていたと言われます。彼が所蔵している絵は国に寄贈することをルノワールに託したそうです。ところでこの絵、描かれないまま残っている部分には本当は前年に亡くなった父親が入るはずだったのではないかと展覧会の解説にありました。そうそう、今回の展覧会ではこの絵も最初のコーナーにありました。まさにイエールの別荘で兵士たちがくつろいでいる様子でしょうか。夏の帽子をかぶっている自画像、25歳のカイボット。この頃はなんだか表情が明るい気がしますね。イエールの別荘の敷地の中には川も流れていて、そこで船遊びというかスポーツを楽しんでいたことが数々の作品から伝わってきます。これは30代初め頃の自画像。背景には鏡に映った状態でルノワールのムーラン・ド・ラ・ギャレットの絵があるのが見えます。今回の展覧会で思わず私がハッとしたのがこの絵でした。絵の前に立った時、そこからふわっと風を感じるようなことってありませんか？私はごく稀にですが、そういう体験をします。なぜだかわからないけど、とても惹かれる。ガイボットもこんな光が踊るような絵を描いていたんだなぁとも思いました。その頃のカイボットは弟マレシャルと一緒にレガッタ競技に真剣に取り組んでいて、船を設計したりもするくらいの入れ込みようだったようです。そのため英仏海峡に面したノルマンディ地方にもしばしば滞在して絵を描いていたようです。ここでもやはり彼は市井の人々を主役にした絵を描いています。彼はまた園芸にもかなり熱心に取り組んでいたことがこの写真からも伝わってきます。おそらく弟が写したんではないでしょうかね。モネとはこの園芸という共通の趣味を通じても交流を深めていたようです。惜しいなと思うのは、彼が45歳で脳卒中で急死してしまったことです。1894年、今から130年前のことです。この展覧会は来年1月19日までオルセー美術館で開催されています。展覧会グッズがなかなか洒落ていました。床削りのパズルもありました。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。この動画が気に入っていただけたら高評価、そして
チャンネル登録をお願いいたします。コメントもとても励みになっております。ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。